はい、ドスンとハイヤートイズよりファーストブラッドランボーの紹介です。ファーストブラッドはこの映画の原作小説のタイトルですね。放題は一人だけの軍隊だったかな。で、日本を含め他の国でランボーというタイトルで映画ヒットして、本国でも2作目からはランボーという文字が入るようになったと。でですね、僕の好きな海外俳優ベスト3というものがありまして、3位がジャッキー・チェン、2位がアーノルド・シュワルツェネッガー、1位がこのランボー演じるスタローンなんでね、なんでこの商品予約したの結構前なんですけど、今届いてですね、めちゃくちゃ楽しみにしています。でですね、今日はね、無駄話多めです。かなり話し込もうと考えていて、なんでね、時間結構頂戴すると思うので、話聞きたくなければ飛ばしてくれて結構なんでね、どうぞよろしくお願いしますよ。で、これなかなか豪華なパッケージで、これスリーブ状になっていて、ざっと開けると、これはどうやって開けるんだ？これなんだ？こうか。クッキーとかのお土産式か。よっしょ。よし。さっと。どんな感じだ。顔が見えんな。よし。開けていくぜ。よっしょ。出てこい。よし。なんかいい感じですね。顔どんな感じだ。リアルですね。顔はリアルですね。よし、では中身の方すべて取り出していきたいと思います。まずは全体。衣装はファブリックで再現されていてリアルですね。特にこのジーンズなんかウェザリングが施されていて使用感が再現されている。で、ベルトおよびナイフのホルスターは別パーツで、ブーツの方もね、これ中の素体に履かせてる感じで、この靴紐とか金具部分ちゃんと塗り分けされていますね。で、ブーツの裏もしっかり造形されている。では頭部、結構似てますね。これはデジタルプリントではないのかな。ドールっぽい感じがしますね。ホットトイズとかの6分の1スケール、それをそのまま12分の1スケールに落とし込んだ感じでリアル感が出て素晴らしいですね。この鉢巻きは布パーツです。なんかちょっとね、見てるうちにライアン・ゴズリングに見えてきましたけども、こちらは食いしばり顔、こっちはさらに似てますね。この表情、まさしくスタローンって感じですね。アクションさせるための必須パーツ。そしてこれが叫び顔。これが一番個人的には似てると思いますね。シリーズ通してランボーって叫ぶシーン必ずあって、ラストブラッドでは叫んでたかな？あったかな？覚えてないですね。で、ランボー1で叫ぶシーンといえば、最後のトラウトマン大佐に同国の思いをぶちまけるシーンですよね。その時の表情かな、これは。何も終わっちゃいない。何も。戦場では100万ドルの兵器を任された。でもここでは駐車場の係の仕事すらもらえないんだ。少し余談なんですけど、僕は映画は基本字幕で見るんですけど、吹き替えも大好きで、このランボーもテレビでやっていた吹き替えを録画して延々と繰り返し見ていたわけでして、そうするとその吹き替えに変なこだわり持ち始めて、偉そうにも同じ俳優でもこの作品にはこの方に声優を務めていただきたいっていうのがありまして、このスタローンに関して言えば演じる方いろいろいらっしゃいますけども、基本は佐々木勲さんですよね。銀河鉄道999のオープニング歌ってる方、レジェンドオブレジェンド。大体スタローンこの方なんですけども、ロッキーに関しましてはですね、狭間道夫さんなんですよね。申し訳ないですけど、ロッキーは狭間道夫さんがいいんです。エイドリアンの松金米子さんとともに狭間さんがしっくりくるんですよね。で、このランボーも演じられた方結構いらしてて、そのどれも
いいんですけども、さっき言った佐々木さんも狭間さんもいいし、渡辺謙さんも荒々しい感じでよかった。源田鉄章さんもいい。特に源田さんなんかはランボー2以降は源田さんじゃないと嫌なんですよね。で、このランボー1だけはこれ銀河万丈さんなんですよ。銀河万丈、ギレンザビ鑑定団。銀河万丈さんのランボーめちゃくちゃ良くて、さっき言った映画終盤ランボーの悲痛な叫び、この時の銀河万丈さんのが素晴らしいんですよね。すいません、偉そうなこと言いましたね。可動範囲、まずは頭部、上はここまで行けて、下へはこうで、ぐるりと一周回って、このように傾きも取れると。上半身、肩および腕はバタフライ機構はないんですけど、この辺に隙間がありますので、これぐらいの可動域は確保できる。水平はここまで行けて、ぐるりと一周回り、バイセップスでロールあって、肘が二重でここまで行けますね。で、手首はこれぐらいの可動域があると。胴体の方は接続箇所は腰だけですね。それを踏まえて後ろへはここまで行けて、前はここまで行けて、ぐるりと一周はちょっとこの衣装が干渉してできそうにないですけども、結構可動範囲ありますね。このように傾きも取れる。下半身、股関節に引き出し機構はなし。前はここまでかな。もうちょっといけるか。ここまでか。で、後ろへはここまでかな。で、股割り。素体的には結構できるんでしょうけども、無理すると衣装が破れるので、この辺が限界かな。で、ももに可動はあって1回転はできない。膝がここまでいけて、足首、後ろへはここまでいけて、前はここまでいけて、傾きも取れて、設置性はそこそこある。付属パーツいきましょう。まずはシリーズ通して大活躍のランボーナイフ。実在するナイフらしいんですけども、スタローンのマッシブな体型に合わせるよう劇中映えするように、頭身を太くカスタムしたと言われてますね。で、昔ね、雑誌かなんかの最後のページとかに広告があって、そこにこのナイフのレプリカ売っててめっちゃ欲しかったな。高くて買えなくてずっと広告眺めてましたね。そのナイフに関して2つ付属品がありまして、まずこちらは木ですね。木と、このようにワイヤーを巻きつけたかのようなパーツがあって、これ穴が開いていまして、その穴に木と先ほどのナイフを取り付けてあげると、このように槍状にできて、劇中ランボーこのようにしてイノシシを仕留めてましたね。こちらは M16 っぽいもの。再現度すごいですね。まあ細部がわかるほど銃詳しくないんですけど、塗り分けしっかりとされている。マガジンは取り外し可能。これはレミントンだったかな。スナイパーライフル。木製部分と金具部分の塗り分けがしっかりされていますね。劇中ではすぐ捨てていましたね。これは M60 かな。終盤に使ったやつ。これも出来すごいですね。で、このバイポットは稼働するんですけど、この部分細いので破損注意。そんな M60 の団体ですね。長いのと残弾少ないの。それぞれこのように取り付けることができる。こちらも M60 の団体で、これはフィギュア本体に取り付けるもの。大きいものが2つと小さいものが2つ。トランシーバーも付属しますよ。山に逃げ込んだランボーにトラウトマン大佐が呼びかけ、それに応えた時に使用したもの。何でしたっけ？隊長より大ガラスへ応答せよ。こちらトラウトマン大佐だ。ジョン、応答せよ。みんな死にました。これはランボーに着せるやつですね。劇中山に逃げ込んだランボーは寒さをしのぐため洞窟にあったシートをこのようにまとえるように加工するんですが、それを再現したもの。このウェザリングの部分がめちゃくちゃリアルですね。で、そのシートを縛る紐。
手首パーツは付属品を握るのに形状が違ったりしますね。同じ銃の握り手でもそれぞれ形が違う。そして最後に台座とスタンド。で、この台座はこのように開くことができまして、ここに先ほど紹介した付属品とかを収納できる。サイズ比較。フィギュアーツ仮面ライダー真骨頂新1号とマーベルレジェンドアイアンスパイダーマンコミックバージョン。そんなハイヤートイズのジョン・ジェームズ・ランボー何センチぐらいあるんでしょうか。だいたい16センチぐらいかな。僕の人生を今でも楽しきものにしてくれて、そして有意義なものにしてくれた人たちと比較。こちらはバンダイ SH フィギュアーツのインディアナ・ジョーンズ、そしてこちらがマフェックスのターミネーター2ですね。こう並べてみると、当たり前なんですけど、メーカーがそれぞれ違うので、スケールの誤差は致し方ないかな。ちなみにこの3人、エクスペンダブルズ3で共演してますね。いやね、こういうの見てると思うんですよ。俳優系のフィギュア、散発的ではあるものの出していただいているだけでも非常にありがたいと思うんですけど、バンダイとかで映画俳優に特化したブランドを立ち上げてくれないかなって、例えば、マイムービーレジェンドコレクション的なみたいなやつ。肖像権とかあるので難しいのかな。でもね、わがまま言わせていただければ、まず、ジャッキー・チェン欲しいよ。ジャッキー・チェン。ポリスストーリーか、黙人権の時のジャッキー・チェン。これブルース・リー出てるからワンチャンいけるかもしれないですね。あとね、ジョン・マクレーン欲しいですね。ここまで来ると。ダイハード。足を裸足に変えれるパーツとかつけてくれたら、これ最高ですよね。あとそうね、マッドマックスのマックス欲しいですよね。マッドマックスずっと盛り上がってるんで、メルギブソンのやつ。インターセプターとワンコロスケのセット。あと、それと怪我した体のオプションパーツとかつけてほしいですね。値段がえげつなくなりそうですけど。それ出るなら、リーサルウェポンのリッグスとマータフ。このセット、この二人は日光一で欲しいですね。でもね、それ出るなら、ダニー・グローバー欲しいよ。これ絶対欲しい。プレデター2のハリガン。いや、プレデター2はね、1もいいけど、2こそ至高なんですよね。個人的な意見なんですけど。でも、これネカとかで出してくれないかな、ダニー・グローバー。これは欲しいね。あとね、やっぱりね、ここまで来るとリップリー欲しいですよ。エイリアンのリップリー。これ絶対売れると思いますよ。需要あります。もしかしたらこれ企画進んでるのかもしれないですよね。リプリー。シガニー・ウィーバー欲しいよ。それとね、あとやっぱなんだかんだ言って、ローマの休日とか欲しいかな。アン王女とジョーとベスパのセット。これ欲しいな。オードリー・ヘップバーン出すべきでしょう。いや、ごめん。違う。その前に、最優先。車トラジロ、これだ。これ欲しいよ。デラックス版とかで、桜とヒロシのセット。あと、限定版で、青年版の三つを。欲しいね。で、受注生産のアルティメット版で、おいちゃんとおばちゃん。これは欲しい。本当に欲しい。15万円までなら出しますよ。もう決定。これ、自分がスタローン好きになった年齢は、確か小学3年か4年ぐらいだったかな。その時はランボーシリーズ3作目も劇場公開はもう終わってましたね。で、その時代って週に映画何本もテレビ放送してて、なんちゃら洋画劇場的なやつ。僕のちっちゃい時はね、記憶にあるのが、木、金、土、日ってやってましたね。今はほとんどやってないですね、映画。時代的な事情もあるでしょうが、当時は映画が非常に身近に感じましたね。ヒドゥンとかもう絶対やらないですよね、ヒドゥンとか。テレビでヒドゥンやってましたからね。っていうかね、今やったとしてもね、サブスクあるからみんな見ないでしょうね。偉そうに僕言ってますけど、見ないですからね、僕もね、テレビで映画。
でもね、そういう意味では当時より映画は身近になったとは言えるんですかね。受動的か能動的かの違いはあると思いますけど、そんな映画見たらね、次の日乱暴ごっこするわけですよ。自分の子供の頃はその辺に空き地とか土地開発途中なのか、山を削ってできた斜面とか盛り土とか森林がそこそこあって、田舎っていうこともあるんですけども、そこに黙って入ってね、友達に乱暴ごっこしようぜなんて言うて無理やり誘ってましたね。友達は訳も分からずまま付き合ってくれてましたよ、今思うとね。そんで成長して中学になると、そんな友達も部活とかゲームとか、あと異性との遊びの方に行ってですね、一緒に森に入ることもなくなりまして、僕自体もゲームが大好きになったり、サッカーとかやって、そっちに重きを置いた生活になったんですが、でもやっぱテレビでランボーとか見た後なんかは森へ行きたくなるんですよね。で、友達にランボーごっこしようぜなんてもう言える年でもなくて、なんで、土曜日とか学校から帰ったら吉本新喜劇見ながらカップ焼きそば食べた後一人で森入って手頃な木片見つけてそれを乱暴ナイフに見立ててその辺の細い木に突きつけてなんかね少し日が傾くまで遊んでましたね。そんなこんなで高校生になるとその友達とは自然に疎遠になってで映画見てる人も周りにいなくってさらに映画の話できなくてですねで自分自身もね映画見るには見てたんですがそれよりゲームとか音楽に熱中してたっていうのもあるんでしょうけどそもそも友達自体がほとんどいないというねそうだったんですけどもで次第に周りにマンションとか住宅が建てられて小さい時遊んだ森もどんどん小さくなるんですな。で自転車こいで下校する時そんな小さくなった森を見て思うわけですよ。森入りてーってね森入りてープレデターごっこしてーとかねさすがにその年で森入ってるといぶかしられるの目に見えてるんで控えましてね家でおとなしく G ガンダム見てましたよ。今までこうやって話してきてるとねなんか自分は他人とは違う人とは感性違うから馴染めないみたいなちょっと特別な感じで話してきましたけど全然そんなことなくていざ社会に出て今みたいな話を会話の流れでするとねわかるみたいな感じで盛り上がったこと何度かあるのでだから当時も映画見てた人結構周りにいたんでしょうね。当たり前ですよね放送してるんでね。なんで自分からも他人からもそういう話を振られたとかがなかっただけでねでさらに成長して現在に至るわけですがそんな今思うことはね俺何も成長してへんやんけと全く成長してへんやんけと今なんか道の駅ドライブした時その裏に小さな森とかあったりしますよね。そこ入って細長い枝取って誰にも見つからないように隠れてたい焼き加えながらちょっと山猫は眠らないごっこしますからねマジで本当にもうどうしようもないですよ。はい、では終わります。このような動画長々と見てくださった方いらっしゃったら本当にありがとうございます。ありがとうございます。いやーフィギュアって本当にいいものですね。この動画を見たあなたのハートには何が残りましたか？それではバイビバイビバイビ。